あんまり年齢って関係ないのではと思わなくもない。うつ抜けを当てたのは55歳ですから、映画撮るのに似てるんですよね、ゲームって。足は普通に書くか。和服するならこんな感じ。もしくはありがとうございます。そうですね、私と担当さんでこんな人どうでしょう、あんな人どうでしょうっていうふうに、なんでしょうね、ブレストみたいなことをしながら出すんですが、まずやっぱりそのゲームの中の何か転換点になるようなエポックメイキングなソフトってやっぱり取り上げたいよねと。このゲームができたおかげで後のゲームシーンが変わったよみたいなものはやっていきたいなっていうのはありますし、まあ、やっぱりその多くの人がプレイしたっていうのは一つ基準としては間違いなくあるんですけども、まあそうじゃなくても本数だけで捉えるんじゃなくて、さっき言ったその転換点となるようなアクアノートの休日ってまさにそういうゲームですね。まあ、本数的には多分10万か20万本ぐらいの間のソフトですけど、まあ、あの当時からするとそのエンディングもないし目的もないっていうのはみんな斬新だったって言われてるので、まあ、あとはあれかな、アプローチしやすいかどうか。京都の某会社はなかなか入り込むの難しそうだなとはあるのと、まあ、あとはやっぱりメーカーさんによってやっぱりそのハードルの高い低いあるんですよね。なのでそういうところはもう致し方ないね。僕そんなにエロゲーやってないので、あんまり詳しくないけど、まあでも1本か2本エロゲーじゃないけどリーフさんのやつとかね、泣ける系あるじゃないですか。ああいうのはやるべきでしょうね。特にほらマルチが出てくるやつ、トゥーハート、トゥーハートはやっぱりエロゲの中での一つの転換点ソフトでしょ。あとは日暮らしなんかもね、同人から出てきて、しかもねアニメにもなっちゃったとか、そういう意味では取り上げるべきだと思いますね。で洋ゲーも例えばそれこそウルティマオンラインっていうのはオンラインのゲーム、何でもできるゲームのもう元祖ですしね、それはありだけど、まあ問題はクリエイターのとこまで取材に行けるのかって話ですよね。うん。例えばあれですか、そのクリエイターの方がだんだん年いかれちゃって、あんまりこう尖ったものができなくなるみたいなことがあるのかって、この間取り上げた龍が如くの名越さんは2000年に入ってからですね、あのソフトデイトナ USA とかでヒットをしてた頃の名越さんと龍が如くを企画した名越さんに何か衰えがあるかって全然なくて、逆にむしろね先鋭化してる気もしますから、僕がうつ抜けを当てたのは55歳ですから、普通漫画家って20代がまあ一つの旬で、30代がまあ一つピークで、そこからあとなんかこう自分を代表するようなヒット作をその後で作った人はもうあんまりいないので、そういう意味ではまああんまり年齢って関係ないのではと思わなくもない。本人のやる気次第かなと。あとは運とタイミングと、ね、若くしてヒット作を作った後急にこう隠居生活に入って何もしなくなっちゃうような方は漫画家さんにもいるから、まあやる気さえあれば多分体が動く限り50代60代ぐらいまで面白いものを作る人は作るんじゃないかと。
通勤の途中にゲームボーイアドバンスでいろいろやってましたね。犬を飼うやつ、ニンテンドックスもやってたし、あとちょっとハマったのは逆転裁判シリーズとラブプラスもやってたし、やっぱり長いやつはちょっとやらなかったですね。まあ通勤途上とはいえ、ものすごく時間かけてエンディングへたどり着くやつは比較的やめて、割とこう短いタームで進められるやつに限ってたと。あとはあれか、あえてそういう終わりのないもの、動物の森もやったんで、あれは別に特にエンディングもなく仮想空間の中で生活するだけのゲームじゃないですか。なんかそういう癒し系のものを割と選んでた感じがありますね。昔そのゲーム会社でアクアノートの休日2と、ブチギレ混合というのを作ったんで、やっぱりそのチームワークがこうがっつり固まってないと難しいなと。映画撮るのに似てるんですよね、ゲームって。でずっと僕は漫画をやってきてましたから、ほとんど担当さんと自分だけでほぼ全部できてしまう世界ですよね。そうでない時ってのは結構気苦労が大きくて、なんでしょうね。例えば今ゲームって規模がでかくなればなるほど関わる人数も多くなるじゃないですか。だからそういう組織をまとめていく力とか、全方位に気を配っていく力がまず監督に要求されるんで、作りたいのは山々だけど、もうできればプランナーで企画だけやっときたいなという気さえしますけどね。アクアノートの休日2っていうのは途中でディレクションを引き継いでるで初めてディレクターになったんで、基礎工事が終わった上で壁の盛り方とか屋根の色とかを決めるぐらいでしかなかったんですね。で次にやったブチギレ混合は僕は今度逆にディレクターじゃなくてプロデューサーだったので、もともと中身をがっつり手を入れることが難しかった。それでも相当手を入れたんで、ディレクターの方も初ディレクターだったから、今までプログラマーだったところからのまあ不慣れな部分がたくさんあったのプラス、ものすごい短期間で作れっていう、その企画は良かったんだけどゲームとしては全然こうバランス取れてないっていうのがね、まあ残念ではありましたけどね。まあでも普通はあれをステップにして次ぐらいにもう少し完成度の高いものができたんでしょうけど、ブチギレ混合については僕はできる範囲のことはできるだけやったという気持ちはあります。というのはストーリーパートのシナリオ全部僕が書いたんですね。でアニメパートもアニメ会社から上がってきたやつの中で元宮たち似てないなってやつは全部こっちで手直ししたりとか、まあ、自分がやれる範囲のその面白いギャグっぽいシナリオを作るっていうパート、それから絵を元宮さんの絵にできるだけ似せるっていう修正はもうなんかやりきった感はあり、あとはゲームの部分のゲームバランスはもうディレクターに頼るしかなく、ディレクターに力がなかったってわけじゃなくて、本当はもっと、半年で作ったやつをもう半年かけて磨くっていうのが必要なんですね、ゲームってね。で面白いっていうふうにみんなが感じるようなその勝ち負けのスライダーバーとか演出とかっていうのを変えていくとかって、そこがすっぽりできなかったのがね、残念でしかないですね。僕は常にそれは2つ作品を挙げられるんですが、はい1つは四つ葉と読んでると、漫画読んでるというよりあの家の中に自分もいるような錯覚があるんです。ちょうど大人のね、立ってる大人の高さにカメラ添えたアングルがたまたまいっぱい入るんですよね。四つ葉ちゃん必ず上向いて喋ってるしね、まあ、確かにそうですね。まああれはほら父ちゃんの視点になってることもあるんだけど、あのカメラワークとあとすごく緻密に描かれた背景、あれのマッチング組み合わせで読んでるうちになんか自分がその場にいて家とか四つ葉ちゃんを身近に感じるっていう仕掛けが巧みにできてる。今日はなんかシャボン玉で遊びましたで1話とかね、はい。やっぱ読者を完全に漫画世界の中に入れてるから、本来は退屈するようなエピソードが退屈じゃない。もう一作はね、音嫁語り、カスピ海沿いのエリアが舞台で、そこの古い部族を舞台にして、あそこもまた背景がむっちゃくちゃ緻密に書いてあったり、生活描写が細かく書いてあって、なんとなくその場に一緒に生活してる気になっちゃうんですね。その服の柄とかね、はい、そうそう、あとはそこの習慣とか、はい、うさぎを借りに行って戻ってきただけで1話みたいなのもあるし、まあ、とにかくそういう、その場にいる臨場感というか、まあ、まさに VR な感じの漫画ですよね。あれは一つ漫画の中で受ける要素の一個だなと思ってます。あとね、カメラ位置はすっごい重要だなってやっぱ思いましたけどね。ほら小津安二郎の東京物語は、
なんでもない映画なのにみんな好きじゃないですか。でもやっぱあれカメラの位置のマジックですよね。ちゃぶ台の座ってる顔の高さにカメラを置いて正面から「そうですか?」とか言われれば、なんか自分がちゃぶ台の一角に座ってる気になるじゃないですか。自分がここにいるって錯覚させちゃうカメラの置き方ですよね。さっき言ったその仮説、このカメラ位置をちゃんとすれば没入感が出るっていうのは漫画で一回ちょっと実験してみたいんですよね。できるだけ物語はシンプルな、今日美味しいもの食べて幸せだったぐらいなものにしてみて、本当にそういう幸せを読者が感じてくれるかどうかとかね、